ナイトロは漫画「機動戦士ガンダム UC0094 アクロス・ザ・スカイ」などに登場するサイコミュシステムの一種です。ナイトロはニュータイプインジェクショントレースリフォームドオールドタイプの略で、オールドタイプへニュータイプ能力を与えることを目的としたシステムです。登場者に疑似的にニュータイプ能力を与えることから、システムを起動すればオールドタイプであってもニュータイプ並みの戦闘力を得られるだけでなく、サイコミュ兵器などを装備したニュータイプ専用機も操縦できるようになります。ただパイロットへの負荷は凄まじく、脳へ影響を与え攻撃的な性格に変えてしまうだけでなく、最終的には命の危険すらある悪魔のようなシステムです。今回はそんなナイトロシステムについて解説させていただきます。まずナイトロが初めて登場したのは PS3 用ゲーム「機動戦士ガンダムユニコーン」の第2弾ダウンロードコンテンツデルタ界帯同です。新型のガンダムデルタ界がデルタプラスを相手に試験戦闘を行うミッションですが、ミッションを進行していく中で女だったパイロットが徐々に攻撃的になり、ミッションが終わる頃には別人のような口調へと変わっていきます。この時ミッション内でナイトロは一般兵にもニュータイプ能力を扱えるサイコミュ装置としか解説されていませんが、その危険性は十分に示唆されていました。その後ナイトロの存在が示唆されたのは漫画ガンダム UC MSV くさびでした。本作にはナイトロが直接登場するわけではありませんが、第4話仮想敵機デルタガンダムにおいてデルタプラスの交戦履歴にデルタ界の型式番号が確認されています。またデルタプラスの整備履歴に左腕のアームユニットを交換した履歴があり、それはデルタ界との試験戦闘で損傷したことが示唆されていました。そして本格的にナイトロとデルタ界の活躍が描かれたのが漫画「機動戦士ガンダム UC0094 アクロス・ザ・スカイ」となります。本作では宇宙世紀0094を舞台に双子の兄弟ブレイヤリュードとイングリュードの視点でナイトロをめぐる熾烈な戦いが描かれています。なお第0話ではデルタ界帯同を元にしたエピソードが組み込まれており、デルタ界との戦いで左腕を損傷するデルタプラスの描写も追加されています。この時デルタプラスの登場者を務めていたレイブン隊隊長ピコ・アルティドールはデルタ界とそれに搭載されたナイトロの危険性に感づきます。その後デルタ界は機体とシステムの最終調整のためブレイヤとイングの所属する地球連邦軍マリアナ基地へと降ろされました。そしてブレイヤがデルタ界のテストパイロットとなります。そこへ模擬演習を名目にピコが率いるレイブン隊もやってきました。その後本来は訓練であるはずの軍事演習の最中に実戦装備を用いて武装蜂起しデルタ界の強奪を狙いました。これにイングのカルデルタ界が応戦しますが、ナイトロの影響で暴走状態となり敵味方関係なく暴れ始めました。最終的にはピコによって暴走を解かれた上に、ピコの通信を聞いたイングはレイブン隊と共に飛び去ります。その後残されたブレイヤたちはフレスベルク隊として再編され、元ティターンズ残党が潜むデビルズネストの制圧任務へと出撃しました。しかしデビルズネストにはグリプス戦役の後残されたティターンズのモビルスーツが保管されており、その中に初期型のナイトロを搭載したガブスレイが残されていました。ナイトロ搭載機と交戦するフレスベルグ隊のもとにナイトロの根本に至る手がかりを探していたレイブン隊も合流。これによりリュード兄弟は感動の再会を果たしますが、戦闘の最中ナイトロを全開で使った結果イングは気絶してしまいます。そして2人の元へ迫るモビルスーツ部隊を迎撃するため、今度はブレイヤがデルタ界に登場します。この際ブレイヤはナイトロを完全起動させますが、適性が高かったためか身体への影響をほぼ受けることなくデルタ界を使いこなしました。その後デビルズネストに隠されていたナイトロ搭載型のサイコガンダムとサイコガンダムマーク2が起動し、ブレイヤたちに襲いかかります。しかし合流したイングのカル量産型ダブルゼータとデルタ界の2機のハイメガキャノンによってサイコマシンの撃破に成功。しかし量産型ダブルゼータはオーバーヒートを起こして自壊したことでイングは死亡しました。それから2年後フレスベルグ隊はレイブン隊と行動を共にし、ナイトロの根本を叩きケリをつけるため宇宙へと上がったところでアクロス・ザ・スカイは幕を閉じます。こうしてナイトロをめぐる戦いの決着は
機動戦士ガンダム宇宙世紀0096ラストサンにて描かれました。本作ではナイトロの生みの親であるロックホーカーが大胆に暗躍。フェネクスを鹵獲するためプロトタイプダブルゼータを隊長機とする新生フレスベルグ隊をはじめとした多くのナイトロ搭載機を投入しています。さらにフェネクスを鹵獲しナイトロを搭載したアームドアーマー XC を装備させるなど、その研究は加速的に進んでいました。一方のフレスベルグとレイブンの混合体も思念体となったイングに導かれ、ナイトロの研究施設を突き止めます。そしてナイトロをめぐる最終決戦には、先に交戦していた袖付きのメイルメルとブランダムールの混合部隊に協力する形で参戦。最終的にフレスベルグ側の物量の前にロックの乗るナイトロユニットはあえなく撃墜されます。このナイトロをめぐる最終決戦は話数で言うとフレスベルが合流してからたった1話で完結しており、そのあまりの駆け足ぶりにロックも大人にしてはせいて場を荒らしと若干メタ的なセリフを残して死亡しました。このようにオールドタイプのニュータイプ化を狙い開発されたナイトロですが、システムの開発者であるロックホーカーはオールドタイプの自衛手段と語っています。ロックはニュータイプを人の革新ではなく兵士としての特殊な資質を持つものと捉えており、一年戦争はニュータイプとオールドタイプの戦闘力の格差が露呈した戦いだったと考えていました。同時に一年戦争はニュータイプとオールドタイプによる生存競争の幕開けであり、戦闘力で劣るオールドタイプはいずれ淘汰されると考えていたのです。こうして世界の行く末を危惧したロックはオールドタイプがニュータイプと同じ土俵に上がれるだけの力を人為的に身につけられるシステムの開発に着手します。それがナイトロです。こういった開発経緯に関しては、かつてクルストモーゼスが開発したエグザムシステムに通ずるものを感じさせるのではないでしょうか。そんなナイトロ最大の特徴は、システムを通して疑似的なニュータイプへの覚醒を促す点にあります。システムが起動すると、機体各部から青い炎のような光が放出され、それと同時にパイロットの脳へ膨大な情報が流入。強制的に脳を書き換えることでパイロットへニュータイプと同レベルの空間認識能力を付与します。ロック曰く力の質は違うようですが、システムによって覚醒させられたパイロットの戦闘力は本物のニュータイプにも匹敵するレベルでした。ただ脳を無理やり書き換える都合上、パイロットの心身への負担は大きく、ナイトロを使用したものは性格が攻撃的になり、最悪命を落とす危険性すらあります。イング曰くナイトロを使用することで心が剥ぎ取られて鋭さが突き出し、やがて自分が自分でなくなってしまうような感覚があるようです。そのため本システムで覚醒したパイロットはニュータイプというよりも強化人間に近い存在となっています。ただ従来の強化人間と違い、投薬や調整の必要がないので、宇宙世紀の中でも最も確実で効率のいい強化人間製造機とも言えます。そんな夢のようなシステムを連邦が見逃すはずがなく、グリプス戦役頃にはロック主導のもとナイトロシステム実装計画カイプランがスタート。当初のナイトロはサイコガンダムをよどみなく動かすことを目的に作られたシステムとされていたようです。しかしグリプス戦役でティターンズが敗北したことでカイプランは一時凍結されました。こうして歴史の闇に葬りかけられたナイトロでしたが、グリプス戦役から約6年が経った0094、改めて日の目を浴びる機会がやってきます。それが連邦宇宙軍再編計画、通称 UC 計画でした。本計画では宇宙世紀100、ジオン共和国の自治権が連邦政府へと返還される年を節目とし、スペースノイドのニュータイプ神話に終焉をもたらすことを目的としてニュータイプを抹殺するアンチサイコマシーンである RX0 シリーズが開発されていました。そんな RX0 にはニュータイプや強化人間に反応して起動する NTD が搭載されていますが、このシステムを安定して起動するには搭乗者に強化人間かニュータイプを採用する必要がありました。こうして RX0 のパイロットとなる強化人間の安定供給を図るため、凍結されていたナイトロの開発が再びスタートしたというわけです。そして計画の再始動とともにガンダムデルタ界を開発。その後計画を邪魔するイレギュラーがあったものの、システムの開発は順調に進んでいきました。その中でナイトロを扱う者にはイングのようにシステムとの適性が高すぎて人格に
多大な影響を及ぼすもの、ブレイヤのようにシステムと調和することでリスクを軽減できるものの存在も確認されます。そしてこのブレイヤのナイトロへの異常なまでの適用を参考に0096時点ではシステムにさらなる改良が加えられており、ロック曰く強化人間やニュータイプという括りで表現しきれない力を持つに至りました。しかしエグザムやハデス同様、システムの搭載部が大きな弱点となっており、作中ではナイトロユニットだけを破壊され無力化される描写も見られます。ここからはナイトロ搭載機について見ていきたいと思います。まずガブスレイ、サイコガンダムマーク2です。これら3機は漫画アクロス・ザ・スカイにて登場しました。グリプス戦役中に開発された初期型のナイトロを搭載したモビルスーツで、戦後にティターンズの残存モビルスーツの保管庫デビルズネストへとしまい込まれたようです。なお初期型のナイトロは現行モデル以上にパイロットへの負荷が大きいため、たった一戦で搭乗者が廃人になってしまう欠点を持ちます。作中では2機の迷彩柄のガブスレイがフレスベル部隊を迎撃するために出撃。その直後ナイトロが起動します。システム起動後の機動力は量産型ダブルゼータでは追いつけないほどのもので、デルタ海と熾烈な空中戦を繰り広げました。まさに燃え尽きるがごとく荒々しい活躍を見せますが、イングのデルタ海とドナスターのバイアランによってそれぞれ撃破されています。その直後ナイトロを起動したサイコガンダムとサイコガンダムマーク2が出現。レイブン隊、フレスベルグ隊のモビルスーツを次々に蹂躙していきます。しかし駆けつけたイングの量産型ダブルゼータとブレイヤのデルタ海によるハイメガキャノン同時発射で両機とも撃破されました。続いて MSN001X ガンダムデルタ海についてです。本機は再開されたカイプランによって開発された初期の機体で、初めて表立って実戦に投入されたナイトロ搭載機です。なお本機はデルタプラスの運用データをもとに追加された特殊装備の技術実証を目的とする試作可変モビルスーツという側面もあります。そのためモビルスーツとウェイブライダーの両形態で各種兵装がどのような機能変化を見せるのか、その改良点の確認がデルタ界に与えられた役目となっています。なお本機は作中で最終テストに伴って地球へ降下しており、その際には陸戦仕様も登場しています。陸戦仕様では膝や肩のパーツを変更、カラーリングも変更され、さらに逆部ホバーユニットが搭載されています。本機は試験機のような立ち位置でありながら実戦投入にも即時対応できる性能を備えていました。内蔵火器としては一般的なトウブバルカンのみですが、特に攻撃と回避能力に特化しているので、それにふさわしい武装が多数用意されています。まずロングメガバスターです。100式のバリエーション機向けに開発されたもので、デルタプラス本来の標準兵装です。長射程の大型火器で通常のビームライフルとは比べ物にならない威力を誇ります。また陸戦仕様では陸戦用100式回と同型の重心下部にレールガンを装着したビームライフルが装備されています。なお漫画ラストサンでの最終決戦では主兵装としてユニコーンと同型のビームマグナムを装備しています。系列機であるデルタプラスが使用した際は一発で右腕が損傷していましたが、本機は問題なく使用していました。もともとユニコーンへ強化人間を安定して供給することを目的とした機体なので、ユニコーンが使用する兵装との互換性が高いのかもしれません。次にビームサーベル兼ビームキャノンを持ちます。シールドに2本搭載されており、収納時にはビームキャノンの砲身部としても機能します。シールドは様々なオプション兵装が搭載可能で、戦場に応じて使い分けていました。まずハイメガキャノンです。レイブン隊と共に行動していた時に装備した兵装で、出力はダブルゼータガンダムのものより 45% ほどに抑えられています。それでも作中ではサイコガンダムマーク2のリフレクタービットを突破し、頭部パーツを蒸発させていました。また出力を抑えた分連射も可能となっているので、ダブルゼータのものよりも扱いやすい兵装となっています。続いてメガマシンキャノンについてです。2連装のガトリングガンで、もともとサナリーで開発されていた新型対空実弾兵器でした。ウェイブライダー形態でも使用可能で、変形時は機首側から打ち出すことが可能です。次に炸裂ボルトについてです。
これは爆発衝撃とともに高圧電流を流す近接武器です。漫画アクロス・ザ・スカイでは陸戦仕様で使用。一撃でハイザックを粉砕しています。漫画ラストサンではフルアーマー百式機と同時に炸裂ボルトを叩き込みビグロを仕留めるシーンが見られました。なお本機に搭載されたシールドはシールドと命名されているものの防御兵装と言えるものではなく、あくまでウェイブライダー形態時に機種となる変形用サブユニットでオプション装備を装着するウェポンプラットフォームという位置づけになります。作中では当初ブレイヤーもシールドが役割を果たさないことに困惑していたものの、その高い機動性から守るのではなく回避する機体と理解していました。つまり本機はナイトロによって引き出されるニュータイプの高い空間認識能力と反応速度を最大限生かすことを考えた機体特性が与えられているとわかります。背部には2機のプロトフィンファンネルを装備しています。ニューガンダムのフィンファンネルと異なりユニットに展開機構はありませんが、こちらもジェネレーター内蔵式なので高出力のビーム散弾を放つことが可能です。宇宙用装備なので陸戦仕様では取り外されています。作中では宇宙で試験を実施し、その後地上のマリアナ基地へと持ち込まれ、イングをテストパイロットとして最終調整が行われていました。しかしピコの説得でイングが連邦から離反したため、そのままレイブン隊の所属機となります。その後ティターンズ残党との戦いでイングが死亡したため、より高い適性を示したブレイヤの登場機となりました。それから2年後、ナイトロの根本を叩くべく G ファーストたちと共にロック率いるナイトロ隊との最終決戦を繰り広げました。余談ですが、ゲーム UC エンゲージにはデルタ界の派生機である MSN001Y ガンダムデルターンスが登場します。デルタ界の性能は軍内部で高く評価されていたものの、一般兵士でもファンネルを運用可能にするシステムの詳細が非公表になっている点を不安視する声が多かったようです。そこで不安材料であるサイコミュ関連のシステムを全て除外し、再設計された機体がデルターンスとなります。要するにナイトロ不採用のデルタ界ということです。サイコミュが排除されたのでプロトフィンファンネルも不採用となっていますが、デルタ界の変形機構や機動性の高さはそのまま受け継いだ高性能機として完成しています。ゲームバトルオペレーション2ではファンネルをなくした代わりにシューティングブーストを手に入れたことでトラウマになった方も多いのではないでしょうか。次に MSZ009BX プロトタイプダブルゼータガンダムナイトロ搭載型についてです。プロトタイプダブルゼータガンダムは武装を搭載していない検証機とそこから出力を向上させて各種武装を追加した B 型または2型と呼ばれる機体が存在しますが、本機はそんな B 型にナイトロを搭載した機体です。サイコミが搭載されたことで G トップ0型から G ベース0型の遠隔操作が可能になりました。プロトタイプといってもダブルゼータガンダムと武装構成、出力、推力はそこまで大差ない効果力を誇る機体です。漫画ラストサンでは新生フレスベルグ隊の隊長ゼナイド・ギャル注意の愛機として登場。ロックホーカーからフェネクス路角命令を受けていました。その後の戦艦アンバル追跡任務では艦上に任せて最大出力でハイメガキャノンを発射。ラビアンローズ級を一刀両断する破壊力を見せていました。ただしダブルゼータガンダム同様最大出力で発射した影響で機能回復までのインターバルが生まれています。さらにルガールー率いるブランダムール隊と交戦した際にはドーベンウルフを圧倒するパワーを見せていました。最終決戦ではゼナイドがロックに反旗を翻しナイトロの使用を封印して参戦。ナイトロ搭載型量産型サイコガンダムを撃破して勝利に貢献しています。次に MRX011 量産型サイコガンダムナイトロ搭載型についてです。元はサイコガンダム M2 の小型化をコンセプトにグリプス戦役時にティターンズがエウーゴとの決戦に備えて開発するも結局戦役には投入されなかったという機体です。漫画ラストサンでは最終決戦でロック率いるナイトロ部隊の中に10機は確認されています。もともとナイトロはサイコガンダムに搭載することを目的に開発されたため、ある意味これが完成形と言えるかもしれません。しかし作中では混合部隊の前には歯が立たず次々に撃破されていくやられメカ的活躍しか見られませんでした。なお原型機は
サイコミュの代わりにインコムが搭載されていますが、ナイトロ搭載型ではインコムではなくファンネルを搭載しているかもしれません。続いて RX-0 ユニコーンガンダム3号機フェネックスです。本機は外付けのアームドアーマー XC にナイトロを搭載しています。バンシーノルンのアームドアーマー XC はあくまで感能波の送信能力を高め NTD 発動のサポートを行う代物でしたが、本機のゼノコネクトにはナイトロが追加されました。ちなみに作中ではロックがアルベルト・ビストにナイトロの情報を排除したアームドアーマー XC のデータを供与するシーンが見られます。そのためアームドアーマーゼノコネクトはもともとロックが開発したもののようです。漫画ラストサンの作中ではフェネクスはジオン残党と連邦の戦闘に突如介入、アンチェインド状態となり両軍を圧倒しますが、サイコフレームを起動した G-FIRST-DX に敗北し機能を停止しました。その後介入してきたフレスベルグ隊によって露獲され、ナイトロの研究施設へと送られます。そこで新開発のアームドアーマー XC が装備され、ナイトロ搭載機となりました。そして最終決戦ではザナドゥが拉致してきた G-FIRST のパイロットジョリオン・デイが登場し、 G-FIRST-DX たちの混合部隊と交戦します。最終的にアームドアーマー XC を破壊されたことで機能を停止し、その後コックピットからジョリオンが救出されると再び無人のままどこかへと飛び去っていきました。最後に MRX-007X ザナドゥについてです。本機はプロトタイプサイコガンダムをベースにナイトロユニットの搭載を前提に改修された試験機です。グリプス戦役時にスタートした開プランにおいて最初期に建造された機体ですが、ロックが長年かけて背面部のユニットの改良を行った結果、ユニットそのものが別のモビルスーツとして成立するまでに至りました。本機最大の特徴である背面のナイトロユニットは、ナイトロとしての機能はもちろんモビルスーツのバックパックとして破格の性能を誇ります。まずユニット両側に接続されたバインダーのウィング基部にはアイフィールドジェネレーターが内蔵されているため、側面や背面に対して高いビーム防御性能を発揮します。さらに戦艦の主砲を思わせる3連装メガ粒子砲を装備、サイコミュ遠隔兵装としての機能も持ち合わせているので、機動性はファンネルほどではないものの本体から切り離すことで長射程での支援攻撃も可能です。砲身の先端にビーム刃を発生させてビームソードとして使用することもできます。また機体本体の武装にもナイトロの性能を存分に活かせるよう改修が施されています。それがサイコミュセスタスです。元の装備であるサイコミュハンドの攻防機能を強化するための追加オプションで、デルタ界の運用データからフィードバックされた炸裂ボルトとアイフィールドジェネレーターが備えられています。ちなみに元から搭載されていたビームガンにもアイフィールドジェネレーターから伸びたケーブルが接続されているので、出力が向上していると思われます。射撃もパンチも繰り出せる腕が飛んできて、ライフルでもサーベルでも迎撃できないと考えると、いかに凶悪な武装かがわかるのではないでしょうか。また腹部の拡散メガ粒子砲は原型機では発射すると機能不全に陥るリスクがありましたが、ザナドゥでは問題なく使用できるようになっているようです。このように近中遠距離と戦況に合わせて様々な選択肢が取れる多用途モビルスーツとして完成した本機は、漫画ラストサンの物語終盤に登場しました。ロックの元から送り込まれたもう一人のゼナイドが登場し、 G-FIRST-DX キャノンガンザク3プロトタイプダブルゼータと交戦。4機を相手に圧倒的なパワーで蹂躙し、 G-FIRST-DX とキャノンガンからコックピットを抜き出し、ジョリオンたちを連れ去りました。月の裏側における最終決戦では、ザナドゥ本体にもう一人のゼナイド、ユニット側にロックホーカーが登場して出撃。混合部隊をナイトロ隊の物量で押しつぶそうとしますが、最終的にはデルタ界によってナイトロユニットは破壊されています。ということで以上、ナイトロシステムの紹介でした。余談ですが、ゲームザ・ブルーデスティニーの攻略本掲載の小説青き騎士と眠り姫にて、技術士官であるアルフ・カムラがエグザムの改良案として人間の脳にニュータイプのデータを書き込むことを思案しています。カムラは人間の脳も一種のコンピュータなので、機械をニュータイプにするより人間の脳そのものをニュータイプのものへ書き換えられないかと考えたということです。このカムラの発想はまさに登場者の脳を書き換えるナイトロに通じるものがあるので、今後
宇宙世紀王100以降の物語が拡大していけば、やがてロックと同じような思想の人物が再び登場してもおかしくないのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。